面白かった。本当に面白かった。ファイナルファンタジー14絶妖精乱舞とワールドレース一発撮りダラダラ感想です。何があったかっていうと、世界有数の MMORPG ファイナルファンタジー14ではだいたい1年に1回ぐらい絶という最高難易度のバトルコンテンツがリリースされます。で、難しいもんだと大人8人が収録で4ヶ月プレイしてもクリアできないような超むずいやつです。で、6月2日1年半ぶりに新たな絶である絶妖精乱舞がリリースされました。名前からお察しの通り6のケフカを題材とした絶です。で、絶ともう一個下の難易度である霊式の主に2カテゴリーを対象にモグトークっていう非公式の団体がワールドレースっていうチャリティーイベントを開催していて、要するに世界でどのチームが最初にクリアするのかっていうのを競うものです。で、前回から14のパッチのアップデートがアジアも同期したのもあって、日本、北米、欧州、中国、韓国から112チーム896人が参戦。で、体感ですけど延べ同設数は10万人超、注目度は高くて寄付額も累計1500万円以上、何十タイトルも取り扱う RT in Japan Winter 2025の寄付額が2180万なので、1タイトルでその寄付額に迫る勢いですから、コストは分かってませんけど、おそらく業効的にも成功しているイベントでしょう。で、前回と前々回アルカディア霊式クルーザー級とヘビー級では日本のチームが2連覇を果たしていて、そのチームに在籍していた多くの人が所属している新チームポイコスが3連覇をかけて、で、絶カテゴリーでは初の優勝、つまりワールドファーストをかけて挑んだ結果、惜しくもファーストの座を手にしたのは北米の強豪チーム DN で、日本時間の月曜午前5時57分にクリア。一方ポイコスは社会人が在籍しているのもあって月曜日まで挑戦続行できず、最終フェーズ残り 4% のところでワールドレースから離脱する結果になりました。結果は残念でしたが面白かった。絶が面白かったっていう話とワールドレースが面白かったっていう話を分けて喋ります。まず絶の話。今回の絶がどんなんだったかっていうと、冒頭定型文で挨拶してくるケフカを見れば分かる通りメタ要素がてんこ盛り。フェーズは5つ。フェーズ1は6と同じく神々の像。絶にしては妙に簡単なギミックと嫌に緩い DPS チェック。フェーズ2はゴッドケフカでシグマ霊式4層後半と同じような難しいミッシングと大したことないトラインで、何も考えずに攻略してしまうとフェーズ2で強制的にクリア演出が入ってしまって、でも宝箱開けたら何も出てこない。通常クリアしたら手に入るはずの称号も何も手に入らない。ケフカもおめでとうございませんでしたと小馬鹿にしてくるということで、実は謎解き要素が含まれています。どうすればいいかっていうと、突破するだけだったら簡単なフェーズ1のギミックをあえてややこしくこなすことで、余裕を見せることでケフカが異変を感じて、で、相手が自分と戦うのが初めてではないってことに気づいて、で、さらに自分自身が作られた存在であることを認識します。フェーズ2では偽ルートと違ってこっちのことをけだものどもめとか罵ってくるんですが、全部破壊したいケフカにとっては自分を作ったっていうことにキレてるんでしょう。この状態でフェーズ2突破すると展開が変化。プレイヤーに対して挑発した後フェーズ3に突入。なんとファイナルファンタジー1のラスボスカオスと5のラスボスエクスデスを作り出してけしかけてきます。もともと14では次元の狭間にいるオメガが自己強化のためにカオスとかエクスデスでケフカを作り出してるんですけど、そのオメガの権限をケフカがパクってカオスとエクスデスを作り出したというフレーバーのようです。で、何が起きてんのか意味不明すぎるフェーズ3の2体フェーズを突破すると、続いてカオスとネオエクスデスが大量のデバフをつけてくるフェーズ4に突入。ウソグランドクロスというパワーワードが話題になりました。このフェーズ4の苛烈なギミックと DPS チェックを突破するとフェーズ5最終フェーズに突入。よくわかんないケフカになって無事に倒すと定型文でこちらをいたわって終わるという最初から最後までケフカな流れです。先にネガティブなことを40秒だけ。ぶっちゃけ最終フェーズは尻切れだなって感じました。アルカディアヘビー級4層後半のちんまりしたリンドブルムの時も思ったんですが、今は盛り上がりを前半に持ってくのがトレンドなのかな。最初が一番視聴者数が多いし YouTube の動画制作のセオリーと同じなんで納得感はあるんですが、ただそのセオリーつながりで話すとサムネで言及してること本編で言及しないとエンゲージメントってめっちゃ落ちるんですけど、絶妖精乱舞のティザートレーラーでディスタントワールズ版の第4楽章流してたのに絶本編で流さないのはちょっとがっかりしました。でもそれぐらい、あとは全部良かった。最初に絶妖精乱舞が発表された時、正直古代人出し渋ったなぐらいにしか思わなかったんですよ。僕チン自体は6めっちゃ好きでケフカも好きなんですけど、絶のテーマに据えるにはオメガとかエデンと比べるとちょっとパワー負けしてるんじゃないかなって思っちゃってたんですね。でも全然そんなことなかったなって。 FF の格ゲーとも言えるディシディアファイナルファンタジー上だとケフカってそのゲームの世界であることを認知した上でプレイヤーサイドとコミュニケーション取ってくる異質の存在なんですけど、そっから引っ張ってきて定型文だったり偽クリアだったり別の世界のラスボス呼び出してきたりと、ケフカをテーマにしないとできないメタメタな絶デザインがすごく良かったです。面白かったのが、きっと運営の想定って誰かがフェーズ2突破してで偽クリアしてあっけに取られて、いやさすがにフェーズ1がおかしい、次々トラップのデバフの秒数が長すぎる、これを明け渡してみようとか、そっから謎解きが始まる順番だったんじゃないかなって想像するんですけど、実際は誰かがフェーズ2突破する前に、いや絶オメが作るような人がこんなフェーズ1作るわけがないって言って、そこでもメタ読みが発生
成して、先回りして謎解きし始めちゃってんのメタにメタを被せる構図が面白かったです。謎解きをフェーズ1に留めるのは運営の手心ですよね。必死こいて最終フェーズまで踏破したのに、突如現れた最後の大謎で横並びになって、で結局謎解き解いたチームがワールドファーストって結末シャバすぎますもんね。それと確かヨシピーも配信映えするってメディアで豪語してましたけど、最終フェーズは置いといて、映え方も予想外ですごいっていうか、ケフカがでかくなるとか、過去ボスを呼んでくるっていうのは予想できたかもしれませんけど、定型文はもちろん、ありのままのボクチンっていうネーミングだったり、むちゃくちゃいっぱいつくデバフだったり、嘘グランドクロスっていう発想なかったわ。あれ個人的にはソーンデスマッチばりの衝撃を受けたグッドデザイン賞でした。あともう一個すごいなって思ったのが難易度設定。今回はワールドファーストのクリア時間が絶手間超えの絶粒子以下なんですけど、そもそもトップレードチームのクリア時間を毎回100何時間に収束させてんのすごくない？特に上積みの人たちって開示重ねるにつれて連度上がるだろうから、そこを見越して調整しなきゃいけないのに、感染税のエアプで物言ってますけど、今回フェーズ1、2、4、5はよくある絶のカチッとしたギミックに感じましたけど、フェーズ3がクルーザー級2層の雑魚フェーズとかヘビー級2層を彷彿させるうねうねした基礎ギミックだったように見えてて、ここクリアタイムの見積もりも大きく触れると思うんですけど、いざワールドファーストが出てみればいい感じの難易度に収まっているっていう。急にすげえ点の話しますけど、ヨダメテ 90% っていう存在がマジで味わい深いですよね。これがつくだけで突破絶望的になりますけど、でもワンチャン適切なタイミングで自害することでヨダメテを衰弱に上塗りして突破もできる。でそういう上塗りをしないにしても、あれを即死にするかダメテにするかで後続のギミック練習続けられるかどうかで、ひいては試行回数が増やせるかどうか、ひいては踏破までの所要時間が変わってくるじゃないですか。どこを連帯責任にして、どこを単体即死にして、どこはダメテで許すのか、でどこのフェーズの DPS チェックをどの程度締めるのか、どこのダメージをどれだけ痛くするのか、完全ランダムにするのか、単ヒラ DPS で規則性作るのか、予兆から発動まで何秒にするのか、絶手間のタイタンのジェイルで予兆ついてから閉じ込められるまでの間隔を 0. 数秒単位で見直してたって言ってましたし、匠の技みたいな繊細な調整あってのこのクリア時間なんだろうなってことを改めて感じました。今回ケフカとポイコスコーラーの夢女が多数生まれたらしいんですが、X デス夢男の私としてはケフカに刺激された挙句サンダガばっか打ってる X デスに何も思わなかったかって言われれば嘘になるんですが、こうして令和に再び X デスさんが躍動してるだけよし。それはケフカも同じですね。シリーズ最弱のラスボスがよくここまで14プレイしてないけど6やディシディアのケフカを知ってるっていう層もいたからなのか、さっきの配信映えする要素も相まって SNS での話題性っていうのは絶エデン以上だったように感じました。原作ではケフカこんなんだったよって言いたくなる欲も織り込んでる感じ。妖精乱舞が発表された時、僕ちん何かにつけて堅くなに歴代ラスボスラッシュだって予想していて、それは大外しでしたけど、別にそんなボスの物量で攻めなくても、で新しい素材を作らずともこれだけ注目を集められる、しかも難易度バッチリのコンテンツが作れるっていうのは、勉強になるっていうか、私の生活で活かせるとこあんまないので、ただただすげーって思うばかりでした。これが絶の話。続いてレイドレースの話。ポイコスよかったねー。何がすごいって雰囲気っすよね。乱暴なこと言うんですけど、14のうまさはもうどうでもいいんすよ。どうでもいいと思いつつすげーって思ったところパラパラ上げると、今回もフェーズ3だったか 3,4 人ぐらい落ちてるのに立て直して練習続行してたり、フェーズ2だったかな、とっさに救出して消滅の足の反面回避させたり、フェーズ5の初見のエクサ避け切ったりで、コーラーはコーラーで必要最低限1単語4文字以下、ダミング、ボクチン、崩れた時含めて常に一定のコール。普通だったらビー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 って言っちゃうところを1回だけコールする時と直前にもう1回コールする時のバランスも絶妙っていうか、そういう個のスキルもそうだし、あとチーム全体の動き方ですよね。初見ギミック見た時に基本3回して、でついたデバフマウスオーバーして蘇生タイミングも気にしてゾンビ繋がるようにして、できるだけ情報拾って、でその後1回退出してでもしっかり時間使って何が起きたか解析して動き方を相談する。で軽減まで含めて、お互い自助部以外のジョブの造形も深いから軽減の相談のコミュニケーションも円滑ですよね。そのあたりの話し合いの時間っていうのは視聴者の我々としてはぶっちゃけ退屈で、意思疎通に使ってるであろうミロとかのホワイトボードも見れないし、生地新規ギミックの先っちょだけ見せてもらってる状況だから、いいから早く次のトライ見せろよって中華食堂でラーメン食いながらテレビでヤジ飛ばしてる人みたいな感じで私も見てましたけど、ともあれチームとしてどう動くのかっていう方針が徹底してるな、すごいなって思いました。で繰り返しですけど、ここまでは正直どうでもよくて、何が一番すごいって雰囲気っすよ。もうほんますごい。見てた人に聞きたい、空気悪くなったシーンありました？僕ちん22時に寝て5時に起きる
る老人みたいな生活を送ってたんで全部見られてないんですけど、流し見していた十数時間の間はなかったですね。やばくない？多くの人にとっては3連覇、絶では初のワールドファーストがかかってるレースで、どうせアドレナリン出てて寝不足でしょ。でワンミス即ワイプの精度を1トライあたり15分以上継続で、配信開始から15時間以上経過していて、集中力も限界、旗から見ててフラストレーション溜まりそうなシーンも多々あったんですけど、誰一人雰囲気を崩さずに進めるの狂気的。残りの人生14に捧げろって言われたら、ワンチャン14のスキルについては追いつくと思ってるんですよ。まあそういうことにしといてください。でもメンタルコントロールの方、残る生涯使っても無理ですね自分。ギミックほんと大丈夫ですか？はいワイプー。いや、言っちゃうわ。そこまで露骨でなくても滲むわ。毎日長時間チームで練習してるっていうのはなんとなく知ってるんですけど、それゆえにお互いがお互い真剣であることをめちゃくちゃ練習してるってことを知っている。だからミスりたくてミスってるわけではないってことを骨の髄まで知ってるからこそ、ああいう極限状態でもチームの士気を下げるような発言が出ないってことなんだろうなって。いや、聞いたわけじゃないんですけど、僕ちんは勝手にそう思いました。こういうガチモンの勝負って、それは勝利めがけてガチるのが大前提にはありますけど、チャリティーイベントっていう本来の趣旨、それと実質的に14の広告塔みたいなイベントにもなっている趣旨に鑑みると、注目を集める、応援したくなるっていうのも同じぐらい大事な要素だと思っていて、単純に14が上手いっていうだけではなくて、配信ありでしかも素晴らしい内容の配信を流し続けたことをリスペクトします。まあ正直日曜9時 DN が最終フェーズ到達して、でフェーズ4の HP の突破条件が明らかになって、でフェーズ2で LB さん使っちゃってるポイコスやばくねって思ったら、起きたばっかで気力十分のポイコスが謎火力で早々に最終フェーズ追いついた時、勝ったなって思ってインタビューの準備しに Google フォーム立ち上げてたんですよね。うん十時間ぶっ通しで稼働し続けた DN の気迫もあっぱれでした。結果については何言ってもフォローにはならないので、思いついたこと無責任に言うと、これでストーリーはできたと思うんですよね。満を持して挑んだ絶は惜しくも勝利を逃す、次回リベンジなるかみたいな。今回を経てポイコスを応援したい人は増えたと思いますし、私もその一人なので、次回一旦 8.0 例式でうさばらし的にワールドファーストを取ってもらって、で次回の絶でリベンジするところを見たい。マジで野球ファンみたいなこと言ってますけど、応援してます。以上。最後にもう一つだけ、レース主催者のフロスティさんもこういうエンタメ浴びる機会くれて改めてサンキューを伝えたい。配信してない日本チームのクリア報告をリーダーボードに載せたことで袋叩きにあっていました。そもそもそのチーム内で過去チートツールを使っていた人がいるっていうことだけを今回持ち出して悪く言うべきではないと僕ちんは思いますし、あくまで賞金出す対象が配信税になるっていうだけで、もともとモグトークは配信非配信問わず計上対象とするスタンスだった認識なので、今更そこで叩かれるのもドンマイ。まあ絶要塞乱舞党派の画像だけじゃなくて、この画像まで先にリポストしちゃうのは視聴者心理分かってないなって思いましたけど、まあ言うてこういうのを楽しむ機会ですとか、1500万円集めた功績まで浮気されるものではないと思います。今後も応援しています。私もとても刺激をもらったので、スイッチ2版や 8.0 も出るし、非化線の裾野が広げられるよう楽しく頑張ろうと思いました。皆さんが今回絶を見ていて面白かったところ、レイドレースで印象的だったシーンなどぜひコメントください。今後も14のトピック取り上げては好き勝手感想を垂れ流すので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒。改めてレースに参加した皆さんお疲れ様でした。これから絶行く人頑張ってください。おつげなし。